さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。今回はですね、ご要望の多かったこの口元のたるみ、ここのね、徹底的に解消する完全版をやっていきたいと思います。で、どこが完全版のポイントなのかっていうと、まずこの口元のたるみっていうのは実はこの口周りだけじゃなくて、かなりね、首から来ていることが多いんですよ。なのでこの首前面、横、後ろ、この辺をね、徹底的に癒着を取っていって、そして動かしやすくしていくと。その上でしっかりとその筋トレをしていくというね、さらにその癒着を取った上でしっかりとストレッチをしてあげると、中のね、この老廃物とかも流れやすくなっていくんですよ。なのでこのしっかりと緩めて、そしてストレッチをしてちゃんと鍛えていく、このね、3個セットでやっていくと、よりね、お顔変わりやすくなっていきますので、その内容で作ってみました。ちょっとね、長いかもしれないですけど、ぜひ、まずはね、一回一緒にやっていきましょう。それでは、レッツゴー！肩甲骨の動きを良くすることってとっても大事なんです。ここから実はお顔が引っ張られています。回す時にぐっと肩を後ろに引いて、肩甲骨でボールを挟むようにイメージして大きく動かしましょう。耳前後をチョキで挟んで、そのまま上下に動かします。耳を動かすというよりも、周りの筋肉ごと動かすのがポイント。一気に血流が良くなって、より筋膜リリースの効果が上がりますよ。鎖骨の上下をチョキで挟み、左右に動かします。1箇所10秒ずつ3箇所に分けて、鎖骨の骨を上下から挟むようにして、骨についている筋肉ギリギリをほぐすようにやってみて。鎖骨から顔まで全部つながってます。ここだけでお顔が上がる方もいますよ。次はフェイスラインをチョキで挟んで、同じように1箇所10秒ずつ3箇所に分けてほぐします。ここも骨の際を狙って、特にここは口筋もくっついているポイント。痛い方はかなり口筋も凝ってます。耳後ろの半円型の骨、乳葉突起の根元を斜め前からほぐします。片方ずつ30秒。顎に腹筋は顎の先からここの骨までくっついているフェイスラインのサスペンダー的な存在。硬くなるとそれだけフェイスラインのもたつきにつながります。
親指で顎の下の三角地帯を3箇所10秒に分けて押していきます。ここは本来親指の第一関節ぐらいまで入る場所。もし入らない場合は硬くなってしまっているので丁寧にほぐしていきましょう。一つ内側にずれて、もう一つずれて、先ほど手前からほぐした乳葉突起を今度は下から押し上げるようにグーでほぐします。この根元が硬い方はかなり強鎖乳突筋が張っています。ここの癒着を取るのと一緒に首の根元をひねってほぐすのもやってあげるといいですよ。頭を手で持つようにして後頭部下のくぼみに親指を入れます。下から上に圧をかけながら頭を上下3箇所に分けて10秒ずつほぐします。一つ内側にずれて、さらにもう一つ内側にずれて、次は後頭筋、耳の後ろをグーでほぐします。耳のすぐ後ろではなく髪の毛が生えているところをほぐしてくださいね。指3本をフェイスライン沿いに置き、くるくるほぐします。今度は下唇下をほぐします。あまり力は入れなくても大丈夫。顎の筋肉はこの2箇所についていて、これが梅干し顎の原因。ここが硬い方は普段から口に力を入れる癖があります。無意識のことが多いですが、顎の下がデコボコなってるのに気づいたらぜひ力を抜いてみてくださいね。口の横に移動してほぐします。ここは口を下に下げる筋肉と上げる筋肉の両方がついているポイント。柔らかくして上方向に動かしやすくしましょう。今度は口角下制筋、口を下に下げる筋肉です。口角下のフェイスラインに指を置いてほぐします。口筋をほぐします。フェイスライン沿いに指を置いて、顎の骨についた口筋の癒着を取ります。こりがある方は骨の際が少し分かりにくいかもしれません。その場合は少しお肉を持ち上げるようにしてほぐしてみてくださいね。上側、口筋が硬くなると口が動きにくくなり、より筋肉が固まりやすくなります。こりを直接ほぐすのも良いですが、その前にこの上と下のくっついているところをほぐすと口筋の可動域が良くなり、お顔が変えやすくなりますよ。上下の癒着を取ったらさらにこりを取りましょう。力は入れすぎないように優しくほぐしていけば OK ですよ。
にっこり笑ってくぼむところ、ここを親指で上に押し上げるように30秒ほぐします。だいたい目尻の下あたりですよ。今までほぐしてきた顎の筋肉の引っ張りがなくなり、頬の筋肉が動きやすくなると、ぐっと口周りがきれいになります。この後やる笑顔のトレーニングでも動かしやすくなりますよ。口輪筋を全体的にほぐしていきます。下唇側は顎周りの筋肉でかなりほぐしたので、ここは上唇側を念入りに。意外と上唇の特に鼻の下あたりは硬くなって動きにくくなってます。硬くなると人中が長く見えてしまいます。丁寧にほぐしてくださいね。首前面の後傾筋をストレッチしながら下の筋肉を鍛えていきます。下の根元からぐぐっと押し上げるように。顎には力を入れません。口角の横にも力を入れずに真上に下を押し上げていきます。もう一度。しっかりと首を伸ばして、下は上に上に。3回目。下の根元、顎の内側からぐぐっと持ち上げるように。顎には力を入れないで。鎖骨の下は手で引っ張ってぐっと後傾筋を伸ばしましょう。ぐっと下を根元から立ち上げるように頑張って。ピーンと首を引っ張って。根元がきつくなってきたかな。もうちょっとぐぐぐっと立ち上げていきます。これでかなり顎舌骨筋の根元から鍛えられていきます。もうちょっと頑張って。筋膜リリースをした上でストレッチをすると、さらに筋肉の可動域が良くなります。首側面の胸鎖乳突筋、後ろ側の頭板上筋をしっかり伸ばしていきましょう。まずは側面から。頭を横に引いて首側面をじっくり伸ばしていきます。息を吸って吐いてリラックスして、次は首の後ろ側がストレッチされているのを感じて、反対側吸って吐いて、首を伸ばしていきます。無理をしないように。吸って吐いて後ろ側、後ろの首の筋肉固まってます。じっくり伸ばしていきましょう。口輪筋には表情筋の8割の筋肉がついています。口輪筋を動かすことでお顔全体の筋肉をストレッチ。もちろん口輪筋のトレーニングにもなり、口元のもたつきが変わりやすくなります。アイウェイを全力でやっていきましょう。360度大きく開いて、真横に指でぐーっと口を引くように。口の先に力を入れて、口角を真上に上げるように。縦長に縦長に伸ばして、指で引っ張られているような感じで、顎には力を入れないように口先に力を入れます。
口角横、顎はリラックスしたまま、思いっきり伸ばして、360度大きく大きく。前に前に突き出すように。縦に長く伸ばしていきます。ラスト1回。指が2本横に入るぐらいのイメージで、後筋には力を入れません。口角はぐっと上げて、口角の横、顎には力を入れないように。最後は口角上げトレーニング。口角を上げて10秒キープを10回行います。丁寧に動かしていくのがポイントです。頑張りましょう。口角の横、顎をリラックスして、口角だけをぐっと上に持ち上げていきます。口の横、力が入ってませんか？しっかりと口角の上に力を入れていきます。顎はリラックス。ぐぐっと持ち上げて、真上に真上に上げていくように。正しく口角が上がっていると、口周りのもたつき感はなくなっていきます。口角の上のほっぺの下、ここが硬くなっていれば OK です。口角横や顎周り、力が入ってないように、柔らかい状態がベスト。動かすのが難しい方は、指で少し持ち上げてあげるようにしてあげると上手にできますよ。たくさん動かすよりも、しっかりと丁寧に動かしたい筋肉を動かすのが大事です。あと1回頑張って。はい、終わりました。いかがでしょうか？しっかりできましたか？かなりね、こう顔を緩めて、そしてストレッチして最後動かしてっていう形でね、3本立てでやってったんですけど、結構ね、お顔しっかり動かせたよとかね、緩めただけでも顔全然変わってきたっていう方もね、結構いるんじゃないでしょうか。で、一度にやると20分ぐらいかかっちゃう長いワークではあるんですけど、覚えていただいてこまめに、例えばお風呂の中とか電車の中とかね、いろんなタイミングでちょこちょこっとね、できるところもあると思いますので、ぜひ毎日ね、やってみてください。で、今日やった部分はこの口元のたるみだけじゃなくって、この長く伸びたほうれい線、これもね、この辺の今日やったところのポイントにもなってきますし、あとこのフェイスラインのたるみ、そして二重顎、この辺のね、お悩みにも効果的なので、ぜひその辺もね、気になる方は一石二鳥でやっていただくとね、いいかなと思います。で、またもっともっと効果を出していきたいっていう方は、このフェイスポインターがおすすめです。このフェイスポインターは医師との共同開発で、筋膜がちゃんと緩んで筋肉が柔らかくなるように設計されたこの適度なバネの圧、これによってより手でやるよりも効果的に、そして安全に摩擦なくお顔の筋膜リリースができるんですね。なので私もね、これ毎日使ってるんですけど、これ1本あるとね、本当にお顔がね、しっかりと緩んで、そして動かしやすくなってくるので、今日やってみて結構硬かったな、痛かったなっていう方はね、ぜひ使ってみることをね、おすすめします。で、この首頭用のね、アタッチメントがあって、こんな風にね、くっつけて使うんですけど、これを使ってあげると、しっかりね、今日やったようなこの辺の硬い筋肉もね、奥までググッとこう入ってくれてね、この首30、40になっているこの一番奥の方の筋肉までしっかり圧が届いてくれるんですよ。結構手でやるとね、疲れちゃうよっていう方なんかはおすすめです。で、こちら概要欄のオンラインショップで購入できるので、ぜひ見ていただければと思うんですけど、さらにこちらのね、クーポンコードを入れていただくと1100円引きでお安く購入できるので、ぜひチェックして使ってください。このチャンネルではカレー悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して、次回の動画もお待ちください。
ではまた。